そんなに若い気違いが、そんなに複雑な、難しい筋道をどうして考え出したのでしょそれは、かようなわけです。その若い学生は、尋常1年生から高等学校を卒業して、当大学に入学するまで、ずっと首席で一貫してきた秀才なのですが、非常な探偵小説好きで、将来の探偵小説は心理学と精神分析と精神科学方面にありと信じました結果、精神に異常を呈しましたものらしく、自分自身である幻覚錯覚にとらわれた一つの驚くべき惨劇を演出しました。そうして、この精神病科病室に収容されると間もなく、自分自身をモデルにした一つの旋律的な物語を書いてみたくなったものらしいのです。しかも、その小説の構想は、前に申しました通り、極めて複雑、精密なものでありますにもかかわらず、大体の本筋というのは、驚くべき簡単なものなのです。つまり、その青年が、正木先生と私とのために、この病室に閉じ込められて、想像も及ばない恐ろしい精神科学の実験を受けている苦しみを詳細に描写したものに過ぎないのですが。へえ、先生にはそんな覚えがおありになるのですか？若林博士の目の下に最前の通りの皮肉な寂しい微笑のシワが寄った。それが窓から来る逆光線を受けて白くピクピクと輝いた。そんなことは絶対にございませぬ。それじゃあ全部がデタラメなのですね。ところが、書いてある事実を見ますと、とてもデタラメとは思えない記述ばかりが出てくるのです。へえ、妙ですね。そんなことがあり得るでしょうか。さあ、実は、その点でも判断に迷っているのですが、読んでご覧になればお分かりになりますが。いや、読まなくてもいいですが、内容は面白いですか？さあ、その点もちょっと説明に苦しみますが、少なくとも専門家にとっては面白いという形容では追いつかないくらい深刻な興味を感ずる内容らしいですね。専門家でなくとも精神病とか脳髄とかいうものについて多少共に科学的な興味や神秘的な趣味を持っている人々にとっては非常な魅力の対象になるらしいのです。現に当大学の専門家書士の中でもこれを読んだ者は最小限2、3回は読み直させられているようです。そうして、やっと全体の機構がわかると同時に、自分の脳髄が発狂しそうになっていることに気がついたと言っております。甚だしいのになると、この原稿を読んでから、精神病の研究が嫌になって、私の受け持っております法医学部へ転じてきた者が一人、それからもう一人は、やはりこの原稿を読んでから自分の脳髄の作用に
信用が置けなくなったから自殺すると言って、鉄道往生をした者が一人いるくらいです。へえ、なんだか、ものすごい話ですね。正気の人間が、気違いに顔負けしたんですね。よっぽど、気違いじみたことが書いてあるんですね。ところが、その内容の描写が極めて冷静で、理路整然としていることは、普通の論文や小説以上なのです。しかも、その見たことや聞いたことに対する精神異常者特有の記憶力の素晴らしさには、私も今更ながら感心させられておりますので、ただいまご覧になりました大英百科全書の暗記筆記、謎の遠く及ぶところではございませぬ。それから今一つ。今も申します通り、その構想の不可思議さがまた、普通人のいわゆる推理とか想像とかを超越しておりまして、読んでいるうちにこちらの頭がいつの間にか一種異様、幻覚、錯覚、盗作観念に巻き込まれそうになるのです。その意味で、かような表題をつけたものであろうと考えられるのですが。じゃあ、このドグラマグラという表題は、本人がつけたのですね。さようで、誠に奇妙な表題ですが。どういう意味なんですか？このドグラマグラという言葉の本当の意味は日本語なのですか？それとも。さあ、それにつきましても、私は迷わされましたもので、要するに、この一文は、表題から内容に至るまで、鉄頭鉄尾、人を迷わすように仕組まれているものとしか考えられませぬ。と申します理由は他でもございません。この原稿を読み終わりました私が、その内容の不思議さに幻惑されました結果、もしや、この表題の中に、この不思議な謎を解決する鍵が隠されているのではないか。このドグラマグラというのは、そうした意味の隠語ではあるまいか、と考えましたからでございます。ところが、これを書きました本人の青年患者は、この原稿をわずか1週間ばかりの間に、精神描写特有の勢力を発揮しまして、不眠不休で書き上げてしまいますと、さすがに疲れたと見えまして、夜も昼もなくぐーぐーと眠るようになりましたために、この表題の意味を尋ねることが当分の間できなくなってしまいました。と言って、かような不思議な言葉は辞典や何かには一つも発見できませぬし、語源等も無論はっきりいたしませぬので、私は一時行き詰まってしまいましたが、そのうちにまた図らず面白いことに気づきました。元来、この九州地方にはゲレンとか
払いそとか、バンコ、ドンタク、テレンパレン、なぞいうような、旧ヨーロッパ系統の訛り言葉が方言として多数に残っているようですから、あるいは、そんなものの一種ではあるまいかと考えつきましたので、そのような方言を専門に研究している特殊家の手でいろいろと取り調べてもらいますと、やっとわかりました。このドグラマグラという言葉は、維新前後までは、キリシタンバテレンの使う玄魔術のことを言った長崎地方の方言だそうで、ただいまでは単に手品とかトリックとかいう意味にしか使われていない一種の背後同様の言葉だそうです。語源、系統なんぞはまだ判明いたしませぬが、強いて訳しますれば、今の玄魔術、もしくは、道巡り巡らみ、戸惑い面くらいという字を当てて、同じように、ドグラマグラと読ませてもよろしいというお話ですが、いずれにしましても、そのような意味の全部をひっくるめたような言葉には相違ございません。つまり、この原稿の内容が鉄頭鉄尾、そういったような意味の極度にグロテスクな、端的にエロチックな、徹底的に探偵小説的な、同時にどこどこまでもノンセンスな、一種の脳髄の地獄、もしくは心理的な迷宮遊びといったようなトリックでもって充実させられておりますために、かような名前をつけたものであろうと考えられます。脳髄の地獄。ドグラマグラ。まだよくわかりませぬが、つまり、どんなことなのですか？それは、この原稿の中に記述されている事柄をお話しいたしましたら、幾分ご想像がつきましょう。すなわち、このドグラマグラ物語の中に記されております問題というものは、皆一つ残らず、常識で否定できない、わかりやすい、興味の深い事柄でありますと同時に、常識以上の常識、科学以上の科学、とも言うべき、深遠な真理の現れを基礎とした事実ばかりでございます。例えば、精神病院は、この世の生き地獄という事実を痛切に歌い表したアホだら教の文句。世界の人間は一人残らず精神病者という事実を立証する精神科学者の談話筆記。胎児を主人公とする万有進化の大悪夢に関する学術論文。脳髄は一種の電話交換局に過ぎないとカッパした精神病患者の演説記録。冗談半分に書いたような遺言書。当時代の名工が描いた死美人の腐敗画像。その腐敗美人の生前に生写しとも言うべき
現代の美少女に恋したわれた一人の美青年が無意識のうちに犯した残虐、不倫、見るに耐えない傷害、殺人事件の調査書類。そのようなものが様々な不可解な出来事と一緒に本筋と何の関係もないような姿で百式メガネのように回転し現れてくるのですが、読んだ後で気がついてみますと、それが皆一言一句極めて重要な本筋の記述そのものになっておりますので、のみならず、そうしたドグラ・マグラの印象をその一番冒頭になっている真夜中のたった一つの時計の音から始めまして、次から次へと追いかけて行きますと、いつの間にかまた一番最初に聞いた真夜中のたった一つの時計の音の記憶に立ち返って参りますので、それはちょうど真に迫った地獄のパノラマ絵を一方から一方へ見回していくように、同じ恐ろしさや気味悪さを同じ順序で思い出しつつ、いつまでもいつまでも繰り返していくばかり。逃れ出す隙間がどこにも見当たりませぬ。というのは、それらの出来事の一切合切が取りも直さず、ただ一点の時計の音をある真夜中に聞いた精神描写が、はっとした一瞬間に見た夢に過ぎない。しかも、その一瞬間に見た夢の内容が、実際は20何時間の長さに感じられたので、これを学理的に説明すると、最初と最終の二つの時計の音は、真実のところ同じ時計の同じただ一つの事象の音であり得るということが、そのドグラ・マグラの全体によって立証されている精神科学上の真理によって証明され得るという、それほどさように、このドグラマグラの内容は玄妙、不可思議に出来上がっておるのでございます。論より証拠、読んでご覧になればすぐにお分かりになることですが。といううちに若林博士は進み寄って一番上の一冊を取り上げかけた。しかし私は慌てて押し止めた。いや、もう結構です。といううちに両手を激しく左右に振った。若林博士の説明を聞いただけで、もはや私の頭がドグラマグラにかかってしまいそうな気がしたので、同時に、どうせ気違いの書いたものなら、結局無意味なものに決まっている。百科全書の丸暗記と、カチューシャかわいやと、火星生罰をごっちゃにした程度の代物に過ぎないのであろう。現在の私が直面しているドグラマグラだけでもたくさんなのに、他人のドグラマグラまでも背負い込まされて、
この上にへんてこな気持ちにでもなっては大変だ。こんな話はもはやこれっきり忘れてしまうに限る。と思ったので、ポケットに両手を突っ込みながら頭を強く左右に振った。そうして、戸棚の出外れの窓際に歩み寄ると、そこいらに張り並べてある写真だの、一覧表を見たようなものを見回しながら、引き続いて若林博士の説明を求めていった。それは、精神病者の発病前後における表情の比較写真、同じく発病前後における食べ物と排泄物の分析比較表といったような珍しい研究に属するものから、幻覚錯覚に基づく絵画、ヒステリー婦人の痙攣、発作が表す開始体、写真各種、各種の精神病における患者の紛争、仮想写真、種類別、なぞいう痛々しい種類のものなどなどであったが、そんなものが三方の壁から戸棚の横腹まで一面にごちゃごちゃと張り混ぜてある光景は、一種特別のグロテスクな展覧会を見るようであった。また、その先に並んだ数層のガラス戸棚の中に陳列してあるものは、並外れて巨大な脳髄と、小さな脳髄と、普通の脳髄との比較。巨大な方は普通の分の2倍、小さい方の3倍ぐらいの容積。いずれもフォルマリン漬け。式場鏡、殺人鏡、チューブ患者、一寸法師、などなどなどの精神異常者の脳髄のフォルマリン漬け。いずれも肥大、萎縮、出血、または梅毒に侵された箇所の明瞭なもの。精神病で滅亡した家の宝物になっていた応挙筆の幽霊画像。研ぐとその家の主人が発狂するという村正の担当。精神病者が人魚の骨と信じて売り歩いていた芸骨の数片。同じく精神病者が一家を毒殺する目的のもとに煎じていた金銀目の黒猫の頭。同じく精神病者が自分で切り捨てた左手のゴシと、それに使用した藁切り包丁。寝台から逆さまに飛び降りて自殺した患者の亀裂した頭蓋骨。女房に帰して愛撫した枕と毛布製の人形。手品を使うと称して飲み下した真鍮キセル。素手で引き裂いたブリキ板。女患者がねじ曲げた官房の鉄柵。といったようなものすごい品物が、やはり狂人の作った優美な精巧な編み物や造花や刺繍などと一緒に押し合いへし合い並んでいるのであった。私はそんなものの中でどれが自分に関係のあるものだろうとヒヤヒヤしながら若林博士の説明を聞いていった。こんなとんでもないものの中の
どれか一つでも私に関係のあるものだったらどうしようと、心配しいし、覗き回っていったが、幸か不幸か、それらしい感じを受けたものは一つもないようであった。かえって、そんなものの中に含まれている精神描写特有のあからさまな意志や感情が一つ一つにひしひしと私の神経に迫ってきて、一種形容のできない痛々しい心苦しい気持ちになっただけであった。私はそうした気持ちを一生懸命に我慢し、一種の責任観念みたようなものにとらわれながら、戸棚の中を覗いていったが、そのうちに、やっとの思いで一通り見てしまって、以前の大テーブルの片脇に出てくると、思わずほっと安心のため息をした。またも滲み出してくる額の生汗をハンカチで拭いた。そうして、急に靴のかかとで半回転をして、西の方に背中を向けた。同時に、部屋の中の品物が全部、右から左へぐるりと半回転して、右手の入り口に近くかけられた油絵の額面が中央の大テーブル越しに私の真正面まで滑ってきてぴったりと停止した。さながらにその額面と向かい合うべく私が運命づけられていたかのように、私は前こごみになっていた体をぐっと引き伸ばした。そうして改めて長い長い深呼吸をし、その古ぼけた油絵の具の黄色と茶色と薄ぼやけた緑色の配合に見とれた。その絵は西洋の火あぶりか何かの光景らしかった。3本並んだ太い生木の柱の中央に、白髪、白然の神々しい老人が、高々とくくりつけられている。その右に、痩せこけた青白い若者、また、老人の左側には、花輪をいただいた乱髪の女性が、それぞれに丸裸のまま、縛り付けられて、足の下に積み上げられた焚き木から燃え上がる炎と煙にむせび狂っている。そのむごたらしい光景を額面の向かって右の方から黄金色の腰に乗った貴族らしい夫婦がびびしく装った眷属や進化らしいものに取り巻かれつつも、いかにも興味深そうに悠然と眺めているのであるが、これに反して、その反対側の左の端には、炎と煙の中から顔を出している母親を慕う一人の少児が、両手を差し伸べて泣き狂うている。それを父親らしい壮観と祖父らしい老翁が抱きすくめて、大きな手のひらで少児の口を押さえながら、貴人たちを恐るるかのように振り返っている表情が、それぞれに生き生きと描き表してある。また、その中央の広場の真ん中には、赤い三角形の頭巾をかぶって、黒い長い街灯を羽織った鼻の高い老婆がたった一人、種目杖をついて立ちとどまっているが、いかにも手柄顔に、火あぶり柱の三人の公文を
鬼人に指し示しつつ、まばらな歯をいっぱいにむき出して、ニタニタと笑っている。という場面で、見ているうちにだんだんと真に迫ってくる薄気味の悪い画面であった。これは何の絵ですか？私はその画面を指さして振り返った。若林博士は最前からそうしてきた通りに両手をズボンのポケットに入れたまま冷然として答えた。それは欧州の中世紀に行われました迷信の図で、風俗から見るとフランスあたりかと思われます。精神描写を魔物に疲れたものとして片っ端から焼き殺している光景を描き表したもので、中央におりまする赤ずきんに黒街灯の老婆がその頃の医師、兼祈祷師、兼占い者であった巫女ババアです。昔は狂人をこんな風に残酷に取り扱っていたという参考資料として、正木先生が柳川の骨董店から買ってこられたというお話です。筆者はレムブラントだという人がこの頃2、3出てきたようですが、もしそうであればこの絵は美術品としても容易ならぬ貴重品でありますが、焼き殺すのがその頃の治療法だったのですね。さようさよう。精神病という捉えどころのない病気には用いる薬がありませんので、むしろ徹底した治療法というべきでしょう。私は笑いも泣きもできない気持ちになった。そう言って私を見下ろした若林博士の青白い瞳の中に、学術のためとあれば今にも私をひっ捕らえて黒焼きにしかねない冷酷さがこもっていたので、私は平手で顔を撫で回しながら挨拶見たように言った。今の世の中に生まれた狂人は幸福ですね。するとまたも若林博士の左の頬に微笑を見たようなものが現れて、すぐにまた消え失せていった。いや、必ずしもそうではないのです。あるいは、人思いに焼き殺された昔の精神描写の方が幸せであったかもしれません。私はまたも余計なことを言ったことを後悔し、肩をすぼめた。そういう若林博士の気味の悪い視線を避けつつ、ハンカチで顔を拭いたが、その時にゆくりなくも正面左手の壁にかかっている大きな黒い木枠の写真が目についた。それは額の剥げ上がったごま塩ひげを長々と垂らした福々しい六十学校の老紳士の文服姿で、いかにも温厚な好人物らしい微笑を満面にたたえている。私はその写真に気がついた最初に、これが正木博士ではないかと思って、わざわざその真正面に行って正しく向かい合ってみたが、どうも違うような気がするので、またも若林博士を振り返った。
この写真はどなたですか？若林博士の顔は、私がこう尋ねると同時に、著しく和らいだように見えた。なぜだかわからないけれども、今までにない満足らしい輝きを見せつつ、ゆっくりと頭を下げた。はい、その写真ですか。はい。それは、斎藤十八先生です。最前も、ちょっとお話をしました通り、正木先生の前に、この精神病科の教室を受け持っておられましたお方で、私どもの恩師です。そういううちに若林博士は軽い、感傷的なため息をしたが、やがてその長大な顔に深い感銘の色を表しつつ、悠々と私の方に近づいてきた。やっとお目に留まりましたね。え？と、私は驚きながら若林博士の顔を見上げた。そういう若林博士の言葉の意味がわからなかったので、しかし若林博士は構わずに、なおも悠々と私に接近すると、上半身を心持ち前に傾けながら、私の顔と写真を見比べて、一層真剣な、丁寧な口調で言葉を続けた。この写真がやっとお目に留まりましたことを申し上げているのでございます。なぜかと申しますと、この写真こそはあなたの過去のご生涯と最も深い関係を結んでいるものに相違ないのでございますから。こう言われると同時に、私ははっと気がついた。この部屋に入ってきた最初の目的を、いつの間にか忘れていたことを思い出したのであった。そして、それと同時に何かしら軽い、けれども深い胸の動機を心の奥底に感じさせられたのであった。けれどもまた、それと同時に、まだ何一つ思い出したような気がしない。自分の頭の中の状態を考え回すと、なんとなく安心したような、または失望したような気持ちになって、ほっと一つ肩をゆすり上げた。そうして、心持ちうなだれながら、若林博士の言葉に耳を傾けた。あなたの中に潜伏しております過去のご記憶は、最前から極めて微妙に目覚めかけているように思われるのです。あなたがただいま、ドグラマグラの原稿からこの狂人奮殺の絵を見ておいでになるうちに、目覚めかけてきましたあなたご自身の潜在意識が、ただいまあなたを導いて、この写真の前に連れてきたものとしか思われないのです。なぜかと申しますと、かの狂人奮殺の名画と、この斎藤先生のご肖像をここに並べて掲げた人は、他でもございませぬ。あなたの精神意識の実験者、正木先生だからでございます。正木先生は、狂人奮殺の絵に描いてあるような
残酷非道な精神描写の取り扱い方が、20世紀の今日においても、公然の秘密として、至るところに行われている事実に憤慨されまして、生涯を精神病の研究に捧ぐる決心をされたのですから、そうして斉藤先生のご指導とご援助のもとに、とうとうその目的を達しられたのですから。狂人奮殺？狂人の虐殺が今でも行われているのですか？と私は独り言のようにつぶやいた。またも底知れぬ恐怖にとらわれつつ、しかし若林博士は平気でうなずいた。行われております。遺憾なく昔の通りに行われております。いいな、焼き殺す以上の残虐が世界中至るところの精神病院で堂々と行われているのでございます。今日、ただいまでも。それはあんまり。と言いさして私は言葉を飲み込んだ。あんまりひどい言い方だと思ったので、しかし若林博士は動じなかった。私と肩を並べて、狂人奮殺の油絵と斉藤博士の写真を見比べながら、冷然とした口調で私に言い聞かせた。あんまりではありませぬ。厳然たる事実に相違ないのです。その事実は、おいおいとお分かりになることと思いますが、正木先生は、そうした虐待を受けている哀れな狂人の大衆を救うべく、非常な苦心をされました結果、ついに精神科学に関する空前の新学説を立てられることになったのです。その驚異的な新学説の原理原則と申しますのは、前にもちょっとお話ししました通り、極めてわかりやすい、女子供にでも理解され得るような、興味深い、卑近な種類のもので、その学説の原理を実際に証明すべく、狂人解放の実験を始められたわけです。が、しかも、その実験は、もはや、他ならぬ、あなたご自身のご提供によって、申し分なく、完成されておりますので、後に残っている仕事と申しますのは、ただ一つ。あなたが昔のご記憶を回復されまして、その実験の報告書類に署名されるばかりの段取りとなっておるのでございます。私はまたも呆然となった。開いた口が塞がらないまま、並んで立っている若林博士の横顔を見上げた。そういう私が何とも形容のできない厳粛な恐ろしい因縁にとらわれつつ、この部屋の中に引き寄せられてきて、その因縁を作った二つの額縁に向かい合わせられたまま動くことができないように仕向けられているような気がしたので、
しかし、若林博士は依然として、そうした私の気持ちに無関係のまま、すらすらと言葉を続けた。でございますからして、斉藤先生と正木先生と、狂人奮殺の因果関係をお話しいたしますと、そのお話がいちいちあなたの過去のご経歴に触れてくるのでございます。すなわち、正木先生が解放治療場においてあなたを精神科学の実験にかけるためにどれほどの周到な準備を整えてこの宮台に来られたか、この実験に関する準備と研究のためにどのような恐ろしい苦心と努力を払って来られたか。僕を実験するために、そんなに恐ろしい準備。そうです。正木先生は、実に24年の長い一日を、この実験の準備のために、費やされたのでございます。20年。こう叫びかけた私の声は、まだ声にならないうちに、一種のうなり声みたようなものになって、喉の奥に引き返した。その正木博士の20年間の苦心が、そのまま私の首に巻きついてくるような気がしたので、すると今度は若林博士もそうした私の気持ちを察したらしく、またもゆっくりとうなずいた。そうです。正木先生は、まだあなたがお生まれにならない以前から、あなたのためにこの実験を準備してこられたのです。まだ生まれない僕のために？さよう。こう申しますと、わざわざ奇妙な言い回しをいたしているように思われるかもしれませぬが、決してそのようなわけではございませぬ。正木先生は確かにあなたがまだお生まれにならないずっと以前からあなたの今日あることを予期しておられたのです。あなたがただいまにも過去のご記憶を回復されました後に、たとえ過去のご記憶を思い出されませずとも、これから私が提供いたします事実によって、単にあなたご自身のお名前を推定されましただけでもよろしい。その上で、前後の事実を照らし合わされましたならば、私の申しますことが、決して誇張ではありませぬ事実を、ご主講できることと信じます。また、そういたしますのが、あなたご自身のお名前を本当に思い出していただく最上の最後の手段ではないかと、私は信じている次第でございますが。若林博士は、こう説明しつつ、大テーブルの前に引き返して、ストーブに面した小型な回転椅子を指しつつ、私を振り返った。
私はその命令に従って手術を受ける患者のように恐る恐るその椅子に近づくと、おずおず腰を下ろすには下ろしたが、しかし腰をかけているような気持ちはちっともしなかった。あまりの気味悪さと不思議さに息苦しくなった胸を押さえて、唾を飲み込みしているばかりであった。その間に若林博士はぐるりと大テーブルを回って、私の向こう側の大きな回転椅子の上に座った。最前、あの7号室で見た通りの格好に小さくなって曲がり込んだのであったが、今度は街灯を脱いでいるために、モーニング姿の両手と両足があらわに細長く折れ曲がっている間へ、長い首と細長い胴体とがぐずぐずと縮み込んでいくのがよく見えた。そしてその真ん中に顔だけが元の通りの大きさで座っているので、全体の感じがなんとなく妖怪じみてしまった。例えば大きな青白い人間の顔を持った大雲が、その背後の横断路の中からたった今、私を餌にすべく、モーニングコートを着て這い出してきたような感じに変わってしまったのであった。私はそれを見ると、おのずと回転椅子の上に居住まいを正した。すると、その大雲の若林博士は、悠々と長い手を差し伸ばして、最前から大テーブルの真ん中に置いたままになっている書類の綴り込みのようなものを引き寄せて、膝の下でそっとゴミを払いながら、小さな咳払いを一つ二つした。ところで、その正木先生が生涯をとして完成されました、その実験の前後に関するお話をいたしますについては、誠に恐縮でございますが、かく申す私のことを引き合いに出させていただかなければなりませぬので、と申します理由は他でもございませぬ。正木先生と私とは元来同郷の千葉県出身でございまして、この大学の前身でありました京都帝国大学福岡医科大学と申しましたのが、明治36年に福岡の県立病院を改造して新設されました当初に、第1回の入学生として机を並べましたものです。そうして、同じく明治40年に同時に卒業いたしましたのですから、申さば同窓の同輩とも申すべき間柄だったのでございます。しかも、今日まで二人とも独身生活を続けまして、学術研究の一方に生涯を打ち込んでおりますところまで、そっくりそのまま似通っているのでございましたが、しかし、その正木先生の頭脳の非凡さと、その資産の莫大さとの二つの点に至っては、とても私どもの思い及ぶところではございませんでした。とりあえず、学問の方だけで申しましても、その頃の私どもの研究というものは、ただいまのように外国の書物が自由自在に
得られませぬために、あらゆる苦心をいたしましたものです。学校の図書館の本を借りてきて、昼夜健康で筆写したりなどしておりましたのに、正木先生だけはたった一人、すこぶるのんきな状態で、自費で外国から取り寄せられた書物でも、一度目を通したら、あとは惜しげもなく、人に貸してやったりしておられたものでした。そして、ご自身は、道楽半分とも言うべき、古生物の化石を探し回ったり、医学とは何の関係もない神社仏閣の縁起を調べて回ったりしておられたようなことでした。もっとも、こうした正木先生の化石集めや神社仏閣の縁起調べは、その当時から決して無意義な道楽ではありませんでした。強靭解放治療の実験と重大な関係を持っている計画的な仕事であったということが20年後の今日に至って、やっと私にだけ分かりかけて参りましたので、今更のように、正木先生の頭脳の卓抜、深遠さに、興目外心させられているような次第でございます。いずれにいたしても、そのようなわけで、正木先生はその当時から一風変わった人物として、学生教授間の注目を引いておられた次第ですが、しかも、そのように偉大な正木先生の頭脳を真っ先に認められましたのが、ここに掲げてあります、この写真の主、斎藤十八先生と申しても過言ではございませんでした。と申しますのは、かような次第でございます。元来、この斎藤先生と申しますのは、この大学の創立当初から勤続しておられた方で、現在、この部屋におります標本の大部分を独力で集められたほどの非常に独学な方でございましたが、ことに非常な熱弁家で、余談ではありますが、こんな逸話が残っているくらいであります。かつて、当大学創立の3周年記念祝賀会が大講堂で行われました際に、学生を代表された正木先生が、こんな演説をされたことがあります。